おお、嬉しい。なんか、全員で一丸となって取り組んだプロジェクトですので、今のままでは難しいと思います。今の水素ステーションは、補助金が出ますけどお金はかかります、やってると儲かりません。鶏卵どちらが先かというと、水素ステーションの存在大事だと思ってます。今日はですね、ここ電装福島で水素に関するイベントが行われているんですね。小泉さんに案内していただきます。小泉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。このイベントが行われるこの趣旨はどういうところにあるんですか？福島では水素の取り組み、トヨタイムズでも何回か取り上げていただいてますけども、いろんな企業の皆様がですね、水素を活用し始めているという段階です。で、一方でこれから先水素をもっと普及させていこうと思うとですね、仲間の輪を広げていくっていうのがとても大事なことだと思ってますので、今日はいろんなですね、水素のモビリティですとか水素製品をここに展示させていただいて、見ていくだけではなくて来ていただいたお客様、企業の皆様にですね、ぜひどうやって使ったらいいのかっていうところまで検討していく、そういう場を作って水素を活用していくきっかけをですね作りたいというふうに思ってこの場を開かせていただいてます。我々が何度も取材している水素キッチンカーもね山口さんのキッチンカーでございます。山口さんも小室さんもいらっしゃるじゃないですか。福島はやっぱりこういう企業の皆様が企業間同士でかなり積極的に水素の取り組みについて議論して、でさらにもう各自でもう進めていってるって、そういうフェーズに入ってきてるかなと思います。こうやって笑顔でやっぱり水素について語り合うっていうのはいいですね。そうですね。やっぱりそれが一つの原動力でしょうね。東日本大震災から今年で14年。私たちはこれまで福島の地元の方たちが震災からの復興、そして新たなエネルギーである水素社会の実現にどのような思いを持って取り組んできたのか取材してきました。県とトヨタさんがこの福島県を水素のタウンにしていきたいという思いに共感をしてですね、そういう思いのあるものが集まってこのプロジェクトが進んでおりますので、水素は世の中を変えると思います。絶対変えられると思います。水素を生かした新しい産業を作って全国のあるいは世界のモデルになれば、いわきを自慢できる、福島を自慢できる、そんなことの一つ一つが彼女たちが、あるいは彼たちが地元にプライドを持って胸を張って生きていける、そんな下地を作ってあげたいなということですね。秋夫さんと内堀知事が2年前ですかね、一緒にここを水素の街にしていこうっていう話がありました。この福島でやる意義っていうのはどういうところにありますか？我々福島県さんの思いにとっても共感してまして、震災で影響を受けた町、浜通りなんか見ていただくと本当にまだそのまま残っている状態で、その中で脱原発の中で再エネと水素を活用したエネルギーの町にしたいっていう、その思いに応えるためにはやっぱり水素を普及させるっていうのが一つお答えできることなんじゃないかなと思うんですよね。福島の皆さんがやってよかったなって思ってもらえるような、なんかそんな取り組みにしたいなと思っています。今回のイベントには東北各県の企業も参加。県外の人たちの関心も集めたようで。今日はどちらからいらっしゃったんですか？山形から参りました。山形。もう山形、実は今水素スタンドがまだなくて、水素文化、考え方がまだ浸透してないんです。自動車教習所をやっておりまして、教習車両としてもしかしてこういう未来水素車を使う可能性が広がれば。教習所っていうと若い人たちが主に来るっていう場所ですから、そこも大きいですね。今日は実は私の方の山形県の米沢市の方の、皆さんに来ていただいてますので、どうぞ佐藤さん、米沢市の。すいません。じゃあちょっと米沢市としては水素への可能性っていうのはどのように感じてらっしゃるんですか？水素ステーションを含めてですね、まだまだ山形県は全然進んでない状況でして、その中で米沢牛っていう特産品がございまして、そこから出る家畜の排泄物を使ったバイオマス発電で水素が作れるってことが最近分かりまして、地元の中でそういった資源を循環しながら将来いろんな形で水素を展開していくっていう
いうまず第一歩を勉強したいなということで今日もお伺いさせていただきましたし、今後できればその事業化に向けて頑張っていきたいなというふうに思っているところです。宮城県からいらっしゃったんですね。実際にこのイベントをご覧になっていかがでしたか？うちのですね県では2カ所水素ステーションがあるんですけれども、そこの水素ステーションの稼働を上げていくためにですねFCV の方をもう少しもっと導入していかなくちゃいけないと思っておりまして、新型クラウンが非常にですね居住性も向上したということと、何よりかっこいいなと思いましてですね可能性を感じまして、実際に福島のこの仲間たちがどんどん増えてきて広がってきている状況を目の当たりにしてどんな感想を持たれますか？正直非常に羨ましいと思っておりましてですね当県の方でもですね非常に福島県産と近いもんですから福島県産とうまく連携してですね面的な広がりを東北全体に広げてまいりたいと思っています。ただ水素社会実現への道のりは決して簡単ではありません。これが水素特有の点検になっております。棒が水素ガスが万が一漏れているときにそのガス漏れを検知する機械になります。我々でも一般的な乗用車でも水素取り扱ってましたので、ほとんどの店舗でも点検しておりますので、そこの辺はご安心ください。福島県では2023年から県内にある企業の物流で FC トラックを使う社会実装をスタートさせていて、2030年度までに1700台の導入を目指しています。福島の復興のために水素を使った未来の車を広めていくということは非常に重要だと思いますし、このプロジェクトに関わらせていただいているというのは非常に名誉なことだと思ってやらせていただいております。ただ今後の広がりについては懸念も感じています。今のままでは難しいと思います。水素の車を購入いただく際に水素ステーションができるのが先か車を買うのが先かとなりますと、間違いなく水素ステーションがないと車は走れませんので走ることができません。なので水素ステーションをもっともっと多く作っていただいて、より身近なものにならないと、水素で走る車というのを、増やすのは難しいんじゃないでしょうか。水素ステーションの事業者たちも課題を抱えています。この日浪江町にある水素製造施設 FH2R への視察を行ったのは、全国的な水素ステーション網の構築を目指す日本水素ステーションネットワーク J-HYME です。参加したのは全国各地で水素ステーションを経営している企業の皆さん。視察した浪江町では浪江水素タウン構想を掲げ、水素を使った FC 移動販売車や FC スクールバスを導入するなど積極的に取り組みを広げています。津波や原発事故で深刻な被害を受けた浪江町ですが、成功の要因の一つは行政サイドの積極的な姿勢にあるようです。実はですね、浪江はその水素の取り組みを始めたのって3年前とかそんなくらいなんですね。実は将来のためにいろんなことを種まきなり先行投資なり情熱を持ってやりたいっていう方々はいらっしゃると思っていて、そういう方と浪江を上手にフィールドとして使っていただいているので、共有の価値をちゃんと見出しながら多くの方々とパートナーシップを持って取り組みを進めるっていうことが一番大事かなというふうに思ってますし、行政がありがちなのができない理由とかですね、失敗したらどうするんだみたいなことを考えて結果できないみたいなケースがいっぱいあるかなと思うんですけど、100点の答え作ろうと思ってません、選択肢増やしたいだけなんですみたいなのを受け入れてもらえる土壌がうちの課にあるっていうのはすごくありがたいなと思っていて、やりやすいようにやれるっていう環境を作っていただいたっていうのが正しいのかもしれないですけどのは非常にありがたいなと思っています。はい、一方で視察した水素ステーションの事業者たちからは経営の厳しさを訴える声も。
どちらからいらっしゃったんですか？岐阜県から。岐阜って水素ステーションって移動式も入れて全部で6箇所。だいぶこう進んできてはいる状況ですか？進んできていたんですけれども、ある時でパタッと止まってしまってっていう課題というものもたくさん感じてらっしゃると思うんですけれども、一番大きいのは単純に水素の価格自体が下がらないので、商業ベースに乗らせるということがとても難しい。ガソリンスタンドってもともと規制の中でできていたので、うちはガソリンスタンドの運営会社なので、規制が緩和された時にすごくガソリンスタンドの数が増えたっていうのが歴史的な事実としてあります。じゃあそれってなんで増えたんですかって言ったら、設備投資はかかるんですけど儲かる。今の水素ステーションは、補助金が出ますけどお金はかかります、やってると儲かりません。やればやるほど厳しくなってしまうわけですよね。そうですね、今回参加された目的っていうのは、地方のですね小さいステーションを営んでいる会社が集まって、その運営的に本当に厳しい状況なんですね、そういった何が問題なのかとかですね、こういうことが変わればうまくいくんじゃないのか、そういった話をできる場としてですね、ちょっと参加させていただきました。まさに今どんな課題を抱えていらっしゃるんですか？自立運営とかですね、そういったのが非常に大きな課題になってて、販売しても利益が出ない今構造になっているんで、その構造を変えていくように進めないと成り立たないのかなとは思っております。どうすれば黒字化していくようになるんですかね？水素を安く作る技術ができることですかね。水素ステーションの運営においては、水素の価格が高騰していることに加え、充填ホースを1000回使うごとに交換することが推奨されているなど、維持費がかさむことも課題の一つとなっています。維持費も含めて赤字になってしまう、そうですね。ってなると手を挙げる人っていうのはやっぱり限られてしまう、安く水素を変えて、でしっかり水素ステーションのオペレーションが低コストでできて、でたくさんのお客さんに買っていただいてっていう世界を目指さなければいけないので、それを全て同時にみんなと力を合わせてやっていくっていうことだと思います。黒字化っていうのがテーマになってくると思うんですけども、そのあたりはどのように？一番の課題は、水素をたくさん売ったからといって儲かるわけではないと。要は売れば売るほどかかるお金があって、ここをやっぱり減らしていかなきゃいけないと。水素ステーションの機器のメンテナンスであったり、そういったところのコストになるんですけど、やっぱりこれを下げていくっていうことが非常なポイントになってくると思います。この皆さんが自分たちのステーションで何が起きているかっていうことをオープンにしてくださって、どこが共通の課題でどこが工夫すればできるのかっていうことのコミュニケーションがだいぶ取れてきたんですね。これでようやくポイントが絞れてきて、でそれを何をやっていけばいいかっていうことが見えてきたので、あとはここにしっかり仲間を集ってですね、着実に実行に移していくっていうことをやっていくんだというふうに思います。皆さんっていうのはですね、まだ誰も応援してくれない中で最初に手を挙げてる方だと思うんですね。でこの皆さんがこれから5年10年日本が水素にチャレンジしていく中で息切れをしてしまってはいけないと思うので、それまでしっかり支えていくっていう役割がJハイムには一つ確実にあると思ってます。水素の製造においてもコストダウンに向けた技術革新が求められる中、デンソー福島では水を電気分解することで水素を製造する水電解装置を導入しています。実際に水素を使用するのは、エンジンを冷却するラジエーターを生産する際のアフターバーナーという工程で、燃料を LP ガスから水素に切り替えたそうです。これが水素バーナー。こんな感じで水素が入って火がついてます。そのラジエーターに加工油という油がついてるんですけど、油が揮発してそのまま大気に出すと大気汚染になってしまいますので、その油を燃やしきるためにこういうアフターバーナーというものを使っておりました。でそれを従来 LPG のものを使ってたんですけれども、 CO2 を出さないように水素バーナーに置き換えました。あ、向こう側にバーナーがついてまして、火が見える、オーロラを見てるような、なんかボワーンという幻想的な火ですね。いろんな試行錯誤がね、もちろんです。あったわけですよね。ガスを焼き切るっていった観点でいうと、温度を高くしなきゃダメなんですね。逆に今度水素だとノックスというのが出やすいんですね。それを抑制するためには温度を下げないとダメで、その相反する2つを両立するっていうのはちょっと難しかったことになる。なので全体的には温度を高くするんですけど、
火炎濃度だけちょっと下げ気味にやるというようなことをやっております。はい。世界初っていうことはそれだけ大変な思いも皆さんされたわけですよね。量産への影響を最小限にとどめるためにこの開発自体は外で行ってたんですね、で開発で技術を作り込んだ上でここに持ってきて量産にはめ込んだと、そういう形になるんですけど、やっぱその過程の中で、たくさんの協力会社さんに協力をいただいてここまで来ました。やっぱりデンソーさんだけじゃできない仲間作りが大事だなと思います。はい、100% クリーンエネルギーで作られた製品が初めて間もなく出てくるということで、工場の皆さん並んでらっしゃいます。今出てきましたね。来た、出てきた。先ほどの水素バーナーや太陽光電力など 100% クリーンエネルギーを使って製造したラジエーターがこの日初めて誕生しました。おお、嬉しい。なんか、嬉しい。安心しました。安心した、やっぱりちょっと不安はあったんですか？やはりこの生きた工場に入れるというところで絶対に失敗はできないという部分がありましたので、いやほっとしました。これで、お客さんに迷惑かけずにカーボンニュートラルをやり遂げることができましたので安心しました。もう皆さんのおかげです。どうですか、製品見て？いやもう今まで以上にこう美しく輝いていますね。この自分たちの工場で水素を作ってそれを利用して製品を作るって世界でも例がないと思うんですけれども、その最初を皆さんが今まさに成し遂げているっていうことについてはどのように感じますか？このプロジェクト自体デンソーの本体の部署と、またトヨタさんの水素も含めて、全員で、一丸となって取り組んだプロジェクトですので、これからも頑張っていくぞというようなそういう気持ちで今いますね。伊沢さんこんにちは。もう完璧クリーンエネルギー 100% の製品が、今日出てきました。はい、まあ半分ぐらいですけどちょっと安堵してます。まだ半分。そうですね。やっぱりこれからまだずっと生産を続けなければいけないんで、まあそこでちゃんと安定供給できるかなとか、何もトラブルないかなとか、やっぱり不安です。やっぱり世の中はもう少しこれよりも大きいサイズの水電解っていうのがニーズが大きいんで、まあそういうところに対応できるためにっていうところで、お客さんのニーズに合った形でタイムリーに出していかなきゃいけないっていうところが一番難しいっていうふうに思ってます。それに合わせて技術開発もしていかなきゃいけない。まだまだ挑戦が続きますね。はい。伊沢の挑戦。いや私の挑戦ではないです。みんなの挑戦。そうですね。まあ私はもうこの辺のちょこっとその辺の芝生ぐらいなんで。みんなの挑戦 with 伊沢。はい。そして水素の働く車として福島県警に登場したのはクラウンセダンをベースとしたパトカー。2024年のクリスマスにお披露目式が開かれました。かっこいい上に環境にも優しくて街で注目を集めそうな見た目ですよね。 FC パトカー、写真撮ってましたね。撮らせていただきました。撮らせていただきました。わあこのように撮らせていただきました。デレデレしながら撮ってましたもんね。本当ですか。見た目に正直僕もかっこいいなって思いました。もともとねデザインをすごく重視した車であったんですけど、改めてああいう白黒のツートンになってパトカーの形になると改めてなんか伸びやかさみたいのがやっぱ水平基調のね白黒のああいう塗装が入ってくるとさらに強調されてすごく似合うなっていうのを改めて思いましたね。デザインにはこんなこだわりも。この富士山をイメージしてるこの黒ね、これをやっぱりいかに綺麗に見せるかっていうことで、例えばこのバンパーとフェンダーの見切り、まあここで例えば止めてもよかったんですよ。はい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 。作りやすさからすればこっちだけそうですね。バンパーだけ作るからいいんですけど、やっぱりこのハンマーヘッドからのつながりをしっかりボディのサイドに流していくっていうので、あえてここで見切ってるんで、ここは無理言ってTCD さんにお願いして、こういうとこをあえて難しい塗り分けをしていただいたりとかでは。あれ前回のやつですもんね。そうですね。ライトの下にこう黒、ここの位置ですから、ここが白くなっている。こっちはここからつながってる。はあ。あえてね。あえてね。確かにこれで車自体がこの水平基調でずっとぐるっと行きますよね。行ってる感じなんで、ですよ。この水素を使ったパトカーが水素都市福島でお披露目された。ここでスタートする。どんな意義があるんでしょう。いやこれは本当意義深いですし、福島県って特にやっぱ水素を引っ張っていただいている県なもんですから、我々としてもそこに寄り添ってサポートしていきたいと思いますし、やはり福島を起点にこういう水素の社会づくりっていうのの起点になっていただけると本当にいいなと思います。
水素ステーションもね経営が苦しいという状況の中で、少しでも台数が増えるという意味でもいいですよね。そうですね。やっぱりこういう働く車を通じてやっぱり水素っていうのをどんどん広げていけたらいいなと思いますし、今は所要軸でねいろんな取り組みをやらせていただいてますけども、特に乗用車でいうとこういった、パトカーとか働く車でも広がりを作っていけると、さらに、水素社会実現に一歩近づくんじゃないかなと思います。これから使う FC パトカー、一目見た時の印象はいかがでした？一目見た時はもう、かっこいいっていうのが一番の第一印象ですね。加速がいいとか静かだとか、安全なものだというのも分かりまして、いろいろと活用できればなと思っております。取り合いになってしまうことも出てくるかとは思うんですけど、仲良くですね喧嘩しないようにやっていければなと思います。シートのヒーターとか、ハンドルヒーターとかいろいろついてて、東北の警察としては冬にあったかいっていうのは非常に助かりますね。子供たちが、絶対これかっこいいってなると思うんですけれども、いろんなイベントだったりそういったところで展示することも多いので、自由に乗ってもらって興味持ってもらったりできればいいなと思ってます。この福島で、FCEV のパトカーお披露目となりました。これはちょっと感慨深いものがあったんですけれども、知事自身はどんなお気持ちでした？感無量です。福島県は特に水素エネルギーですね、未来のエネルギーではなく身近なエネルギーにしたいっていう強い思いを持っているので、パトカーは県民の皆さんの治安安全安心を守るために地域をずっと活動してくれます。それを見た県民の皆さんがすごく水素エネルギーを身近に感じるきっかけになると思います。このパトカーが治安を守りながら水素の PR をしてくれることをすごく期待してます。水素社会っていうものはもちろんいきなりポンとたどり着けるものじゃないんですが、誰かがチャレンジをして始めないとスタートできないと思ってます。で、福島は原子力災害に見舞われた福島だからこそ、未来のエネルギー水素社会をトップランナーとして切り開いていく、そのためにトヨタ自動車との連携素晴らしい力になっているので、これからもいろんなアイデアを出し合いながら取り組み続けていきたいと思います。ありがとうございます。トップランナーだからこそ直面している壁みたいなものもいろいろあると思うんですけど、それはやはり需要と供給のバランスですね。特に水素ステーションですね、福島県内で熱心に頑張っていただける民間企業さんたちがいて、彼らと連携してそれぞれの地域に作るんですが、まだ需要が足りなくてですね、なかなか安定した経営には至っていないんです。鶏卵どちらが先かというと、私はやはり水素ステーションの存在大事だと思ってます。こういった初期の段階の苦しみを支えるのは行政の立場だと思っているので、実は水素エネルギー水素ステーションの連絡会を今作っていて、彼らがですね、まず経営をある程度安定させられることができるように我々自身が今後もサポートをする。そして実際に水素を充填しに来てくれるお客さんを増やすことが大事なので、そういう意味でも今回のパトカーも契機ですが、ぜひ水素社会一緒に参画しようよっていう呼びかけを県民の皆さんや県内の企業事業者さんたちに積極的に呼びかけていきたいと思います。この輪が福島から全国に広がっていくことを期待していますし、特にモビリティが一番分かりやすいので、これからもトヨタ自動車様とですね連携しながら、水素を使ってこんなにできるよっていう実現可能性を全国に示していきたいと考えています。